はい、皆さんこんにちは。なんと、直木マンの知らない世界第2弾することが決まりました。バチ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 。いやー、楽しみですね。まだ収録はしていなくてね、今ね、ゲストをね、招集している段階なんですけど、皆さんね、このゲストに出てほしいみたいな人がいたら、ぜひね、コメント欄にどんどん書いていってください。今回も豪華なゲストにしたいので。急に話変わりますけど、みんなスターバックスのビジネスモデルって知ってます？僕ね、スターバックスすごい好きでよく飲むんですけどね、地元シアトルでもありますしね、そのスターバックス、なんとね、ビジネスモデルが結構驚きなんです。季節になると販売されるストロベリーフラペチーノでもなく、メロンフラペチーノでもなく、チャイティーでもなく、カフェラテでもなく、なんならどうやらね、コーヒーでもなさそうです。これですよ、そう、このスタバのギフトカード。このギフトカード、みんな一度はもらったことあるでしょ。あるいは誰かにあげたことあるでしょ。絶対はね、一度どころかもたくさんあると思うんですよ。このギフトカード、プリペイドカードとも言いますけど、ある意味これって僕たちがその銀行にお金を預けているのと似てますよね。ただこの場合はその銀行がスターバックスで、しかも利子がつかない。なおかつ期限が決められている。お金を返して欲しかったら商品を購入する必要がある。みんな友人に1000円とか3000円とか5000円とか1万円とか平気でプレゼントしちゃうでしょ。誕生日にね、何あげていいかわからないとき、こういったギフトカードがすごい便利になりますよね。ただほとんどの場合みんな使い切ることあります？確かに 1,2 回そのギフトカードで使うことはあるかもしれないけど、全て使い切ることってなかなかないと思うんですよ。だいたい忘れちゃって放置して、期限が過ぎちゃったみたいなことが多いですよね。そうなるとその残りの残高は全てスタバの利益になりますよね。その額なんと2018年だけで1億5500万ドル、約163億円。えげつない額だよね。これはもちろんそのスタバのね、ブランドがね、一種のステータスになっているので成り立つことではあるんですけど、このビジネスモデルすごいよね。みんながその完璧に使い切ることなんてありえないから、絶対そこから利益が発生するという、なんかちょっと初めて聞いた時ハッとさせられちゃいましたよね。で、今日のお話はですね、物事ってちょっと視点を変えるだけで様々な真実、いろんな真実が見えてきますよね。この直木マンションだって批判的な意見で言うと、ただね、人の話を紹介してるだけじゃないかという意見もあれば、僕の雰囲気、伝え方が好きで人生救われたっていう人もいるように、受け取り人の解釈次第でマジで評価が変わってきますよね。今日はそんな常識だと教えられてきたことを別の視点で考える動画になっています。ただ言えることは、人を騙すのは騙されたことを納得させるより簡単です。歴史って何なんですかね。実際にその過去のことを綴られている記録なのか、あるいはね、よく言うのが、過去を制する者は未来を制する、現在を制する者は過去を制するという言葉が正しいのか。日本人なら誰もが学校で偉人伝で学ぶあの人物、そして毎日ね、日常生活でも持ち歩いている一番目にする偉人かもしれない野口英世。野口英世ってみんな何した人か覚えてます？千円札に乗るぐらいだからかなり功績を残してきた人ですよね。彼は幼少期に手をやけどしてしまい不自由になってしまったんですけど、手術を受けて全治したことにより、その医療の素晴らしさに感動して医者を目指すことになったんですけど、手のね、怪我をしたので、これがね、後遺症になって後にね、その医者人生に響くかもしれないじゃないですか。なので彼は病原細菌学を学ぶんですけど、1900年渡米してロックフェラー医学研究所に移籍して、当時ね、流行っていた梅毒の培養に成功、狂犬病の病原体を発見、黄熱病の病原体を発見と、野口ワクチンを開発と研究者としてね、名誉ある功績を残してきたので、僕たちが教科書で絶対に学ぶ偉人なんですけど、すごいのは間違いないよね。貧しい家庭で育って勉強もめちゃくちゃして、いろんな言語を学んでコネを作りまくって、一気に上り詰めるんですから。ただね、今日は野口英世のあまり知られていないダークなサイドも見ていきたいと思います。あまり知られていない彼の面はその貪欲さです。後に分かったことなんですけど、なんとね、彼の功績、彼の研究、彼の実験、ほとんど失敗に終わっていたんです。どういうこと？失敗に終わったのにここまで功績残してるのって思うよね。梅毒の場合は純粋培養といって、梅毒だけを培養させる実験に誰も成功してなかったんですけど、そこで野口はね、ウサギの睾丸に梅毒を入れ繁殖させ、それをまたね、他のウサギに入れて増殖する方法で純粋梅毒の発見に成功したと1911年に発表、称賛されることになるんですけど、今ではおそらくその培養にね、成功していなかったと言われているんです。そして彼が目をつけたのは狂犬病、そして黄熱病。当時南米の方で黄熱病が流行っていたんですけど、まだね、病原体が発見されていなかった。今度はこの黄熱病のね、病原体を発見すれば世界から称賛されることになる、世界から評価される、早く探せなければ。しかも当時黄熱病の感染経路とされた蚊をね、絶滅させる計画も考えられていたんです。これはピンチですよね。早くワクチンを作らなければいけない。この蚊がいなくなってしまったらね、この僕のね、功績がなくなってしまうっていうね。なので彼は猛スピードで研究を始めるんですね。そしたらわずか約1ヶ月ぐらい
らいで、確か1ヶ月ぐらいだったと思うんだけど、黄熱病の細菌、レプトスピラ・ユクテロイデスを発見。その病原体をモルモットに注入し、実験してみたところ、黄熱病とほぼ同じ症状を発症。ただ、黄熱病は蚊を媒介して人間に感染するのであって、他の動物からの感染はね、普通には考えられないんですね。そこでね、ワイル病というね、黄熱病とよく似た病原体にも反応したんですけど、一旦無視して、いや、これはね、黄熱病の病原体だと間違いないと確信して、黄熱病の病原体を発見したと世に公表。彼は再び称賛を浴び、ロックフェラー財団はワクチンを開発し、中南米各地に供給され、集団接種が開始されることになるんですけど、その時期には黄熱病がもう結構ね、その地域で収束しかけていたんですね。なので、あまりこのね、ワクチンが効果あるのかわからなかったんですね。そこで世界の流れがね、変わってくるんです。あれこれ野口さん、この野口さんの研究って大丈夫っていう、これ本当に合ってるのって、これは本当に黄熱病の病原体なのかと、本当はね、細菌じゃなくてウイルスなんじゃね、そんなことない。自分の研究が正しいとね、証明するために今度は黄熱病が流行っていた西アフリカに行くんです。しかしね、なんとそこで悲しいことに野口秀夫は自ら黄熱病に感染し、亡くなってしまいます。自分にも当然ワクチンを打ってて、ワクチン打ってない人にね、これ打った方がいいよって勧めていたんですけど、結果は本当残念なことになったんですね。そして後に分かったことで、なんと彼が発見したのは黄熱病の病原体ではなくワイル病だったんです。野口さんがそれを元に大量にワクチンを作ってしまった。その後、彼をね、批判する細菌学者もいました。アリステイデス・アグラモンテ。彼はワクチンなるものを作り出し、誤った安心感を与え、何の利益ももたらさなかった。そして記録に残っていないワクチンを受けた多くの人々の多くの命が失われたのである。僕たち日本人からしたら結構これ酷な評価ですよね。そしてね、普通そのね、感染病で感染して亡くなった体って、火葬するのが常識なんですね、当時。なんと野口英世の遺体は金属製の棺に入れられてアメリカ本土に移動され、そこで葬られました。それだけロックフェラー研究所がね、彼を敬愛していたと。ただこれを陰謀的な視点で見ると、野口英世もしかしてこれロックフェラー財団に利用されたんじゃねっていう考えもあるんです。世界の医療でトップになりつつあったロックフェラー研究所がさらにね、飛躍するために間違いだと分かりながらも地位、名声、金のために研究者として利用されたと。研究者からしたらね、研究に没頭できる資金、環境があることは最高の状態で、なおかつ自分のね、名声が上がるのももちろん嬉しいですよね。で、財団的にはワクチンのように商品化することで大儲けできる。なのでこういった研究所とか国とかって、囲おうとするんですね。研究者とか超優秀な人をね、囲って、もちろんその例えばじゃあ原爆を作るとか、治療に向けるんですけど、みんな勘のいい人ならもうわかると思います。今現代でも同じような構図が作られているんじゃねっていう、それがビル・ゲイツや元アメリカ大統領首席医療顧問のアンソニー・ファウチ。今回のパンデミックの裏にはね、彼らの危なっかしい危険な実験があったことを今囁かれていますよね。日本ではほとんど報道されてないですけど、機能獲得といって特定の遺伝子を研究するとき、その遺伝子を増強させることで機能や発現量を増強させることで機能を類似する実験のことで、要はね、ウイルスでいうと感染力を高める実験ということですね。実はそういった実験にね、ファウチたちがね、出資してて、その武漢研究所で作らせていたっていうね、情報が今ではね、ちらほら出てきちゃっているので、いつの時代でも研究者たちはそういった利益のためにね、使われてしまうのか、あるいは彼らもね、積極的に加担したのか。勘違いしてほしくないのは、野口英世さんはめちゃくちゃ優秀だったと言われています。ただね、彼ちょっと頑固なところがあったとも言われているんですね。ここに突き進むみたいな感じ。これ、なんかこっちの結果もあり得る、こっちも結果もあり得るって全部テーブルに並べて精査すればいいものの、もうこうなってしまうそうなんですね。それですごい貪欲だった。もう整合したかった。評価されたかったってことで、もういち早く自分の研究を世に出したい。もう合ってるかも合ってないかもよくわかんないけど、もうとりあえず出したいみたいな感じで。一説ではロックフェラー研究所が早く出せって言ったとも言われています。どっちが本当かはわからない。知ってる人コメント欄に書いてくれ。今日はね、野口英世以外にも実は裏の顔を持っている偉人たちを紹介していきますね。最近ね、ちょっと不名誉なことでね、話題になってしまったチベット仏教で最上位クラスに君臨する化身ラマの名跡を持つダライラマ。こんなハードル上げといて申し訳ないんですけど、まさかね、この少年に向かってベロベロって差し出して私の舌を吸いなさいっていうね、動画が出炎上してしまいましたよね。その後ね、謝罪した
したんですけど、まあもちろん世界の反応は、気持ち悪い、何やってんだよみたいな感じでしたよね。ただ意外にも半々っていうのかわからないけど、地域によってはね、全然ね、違った評価なんですね。シンプルにこれは文化の違いだとね、一周しました。それは少年がね、インタビューで、彼の神聖さに触れることができて光栄です。ポジティブなエネルギーをたくさんもらいましたって、ちょっとカンペ読んでるにも見えるんだけど、そう答えたんですね。まあ難しい問題ですよね。まあ確かに文化の違いって言っちゃったら、まあ文化の違いもありえますし、例えばさ、アフリカの奥地とかではさ、すっぽんぽんのね、すっぽんぽん裸族みたいな方がいるじゃないですか。まあ彼らが急に東京に来てね、普通に暮らしてたら警察に逮捕されるじゃないですか。それと一緒で、まあ文化の違いみたいなことは確かにあるから、まああれもある一種の挨拶みたいなことも言われてますけど、皆さんの意見を聞かせて。ただ分かっていることで、ダライラマは実は裏の顔もありまして、彼はなんとね、CIA との癒着があるんです。まあそもそもダライラマって何者なのって思うでしょ。チベット仏教ではね、観音菩薩をチベットの守護尊とする考えがあるんですけど、なんとね、観音菩薩の化身、つまり生まれ変わり、輪廻転生するのがダライラマなんです。はい、ダライラマはね、死ぬことがないんです。まあみんな死ぬことはないってことなんだろうけど、ダライラマはね、もう死ぬたびに体が朽ちるたびに新しい体へとね、輪廻転生するんですね。1391年から今までね、14人の体を借りてダライラマたちが存在していたんですけど、その体がなくなると次のダライラマは誰なのかって探しに出るんですね。どこだ次のダライラマはって。で、その方法っていうのが結構面白くて、わずかな遺言のヒントを遺体の状況から見て、こっちにいるかなーって夢占いとかね、例えばね、13代目のダライラマがね、亡くなった時、最初は遺体がね、南の方角を向いていたんですけど、しばらくしたら頭がね、東の方を向き出して、北東の方に菌がね、繁殖しだしたので、僧たちが、次のダライラマはチベットの北東の方にいるぞってね、みんなでね、北東の村にね、子供たちを探しに行って、先代ゆかりのね、持ち物をね、いくつか並べて、それをね、見事選んだ子とか、似たようなね、過去のダライラマと似たような仕草をした子を選ぶそうです。それが、天神ギャッツォでした。そして先ほども言ったように、このダライラマ、裏の顔も持っているんです。1950年代から1974年まで毎年 CIA から18万ドル支払われていたんです。そう、チベットにはね、CIA がバックについていたんです。中国は共産主義国としてね、宗教を弾圧しているので、その手がチベットまで伸び、中国の弾圧から逃れ、インドに亡命したダライラマは CIA の援助を受けることになりました。正確には兄のギャロ・トゥンドゥプがつなげたんですけど、資金のほとんどがチベット亡命政府の活動にね、使われていたと言われているんですけど、とはいえ、全てそのダライラマ個人の口座に振り込まれていたそうです。その理由というのが、中国からの弾圧が激しく、チベットはね、それに対抗するために CIA とタッグを組んで、軍事支援してもらったり、戦い方を教わったりして対抗したんですね。それが CIA チベット計画秘密作戦。弾圧されるぐらいならね、立ち上がってタッグを組んで対抗するっていうのはわからなくもないですよね。ただね、実はここにも陰謀が存在しているんです。すべての紛争の裏に潜んでいるアメリカ CIA という存在。なんと CIA はチベット問題を利用してやろうと企て、チベットを武装化させ戦わせることで、インドと共産主義国中国との分断をさせたかったんじゃないかというんです。主要メディアのシナリオでいけば、中国が悪、チベット善みたいな構図があるじゃないですか。ただね、この CIA との癒着を手助けしたダライラマの兄の自伝曰く、私は何十年も沈黙してきたが、真実を語らなければならないと決心した。私たちが CIA に協力したことは完全に誤りだった。私たちは CIA からの申し出を決して受け入れるべきではなかったのだ。1962年の中印戦争はその結果であり、悲劇に他ならないと語っているんです。いや、わからなくなるよね。こうやって語り手の視点が変わるだけで真実がガラッと変わりますよね。CIA はチベットの独立なんて花からどうでもよく、その中国とインドのね、関係を悪化させることが目的だったと。一応この作戦は1972年のニクソン大統領の時に終了したと言われているんですけど、アメリカの作戦は今日に至るも少しも止まることなく続けられている。その度に彼らが使う便利な言葉が民主主義、自由、人権の3つだ。アメリカにとってこの3つのスローガンは何でもできる魔法のウルトラマイティーな言葉だ。確かに社会情勢を見てみると、今ではそのウクライナとロシアの紛争の裏にはね、アメリカの全面のバックアップ、むしろアメリカがほとんど戦ってるんじゃねえぐらいのね、関係図が出来上がってますよね。ちなみにダライラマ14世、もしかして彼が最後のダライラマなんじゃないかと言われているの皆さんご存知ですか？その理由が、次のダライラマを探すはずのチベット仏教で2番目の地位にあるパンチェンラマは6歳の時に中国に誘拐されてるんですね。もうめちゃくちゃだよね。次のダライラマどうやって探せばいいのっていう状況なんですよ。なのでもしかして彼が最後のダライラマかもしれないっていう。今回もこの動画を実現させてくれてるのはスポンサーさんのエクスプレス VPN。みんなトイレ行くときちゃんとドア閉めますよね。
ね、プライバシーを誰にも見られないように、実は同じことがインターネットでも言えるんです。エクスプレス VPN を使わずにインターネットを使うのはドアを閉めずに用を足するようなものなんですね。職場や家、大学やカフェの Wi-Fi のネットワーク管理者は、あなたがね、オンライン上で何をしているのか全部見えてしまいます。みんながクリックしたサイトやシークレットモードで入って調べようとしたダライラマの不祥事も、そしてね、そのサイトに何分滞在していたのかも見えてしまいます。上司とか家族にね、なんであんた2時間もね、こんなものやあんなもの見てたのって、いちいちね、説明したくないですよね。そこで ExpressVPN が重要になってきます。ExpressVPN はオンライン上の送受信データを暗号化された仮想トンネルを通じて経路変更してくれるから、プライベートのままネットにアクセスすることができるんです。このようにね、アプリで国を選択するだけでスマホやパソコン、タブレットなどでね、どんなデバイスでも簡単に接続できちゃいます。それだけでなく ExpressVPN は世界100カ国近くに置かれているサーバーを経由してオンライン上のロケーションを変更することができるので、特定の国でしか閲覧できないようなサイトや BBC iPlayer など動画配信サービスで日本では見れない何千もの映画とかにアクセスすることができます。例えば BBC iPlayer はイギリスでしか視聴できないんですけど、 ExpressVPN を使ってサーバーをイギリスに変更することでこんな感じで、ね、見れるようになります。 ExpressVPN は通信速度も速く、 Forbes や TechRadar などのね、大手レビューサイトでも1位を獲得している VPN で、僕も気に入って使っているので、家族や上司など誰にもね、オンライン上のアクティビティを知られずにプライベートを守りながら映画とか世界中のね、いろんなコンテンツをね、楽しみたい方はぜひこの機会に使ってみてはいかがでしょうか。僕の視聴者さん限定で今ならこの概要欄のリンクから3ヶ月無料になるキャンペーンをね、実施中なので、気になる方はぜひね、チェックしてみてください。話を戻すと、裏の顔を持っている人物、今ではね、有名になってしまったあの人物も実はめちゃくちゃ裏の顔があったと言われてますよね。マザー・テレサ。ネットが発達して情報社会になってしまった今、どちらかというと彼女の評価は悪い方向に傾いています。18の時から修道院の教師としてインド領に渡り、貧しい人たちへの奉仕活動を献身的に行った人道援助の活動家としての象徴でしたけど、彼女は病院でトレーニングして看護の知識を得ることになり、神の愛の宣教者という修道会を作って145カ国4500人のシスターが貧困や治療を必要とする恵まれない人々を支援して看護することを目的で、各地で治療に励む素晴らしい活動をされていました。まさに神が送り込んだ天使。果たしてその実態はどうなのか。実はね、今ではその彼女が運営していたその施設、環境が最悪だったと言われています。彼女はメディアによって作られた存在だったのかもしれないです。1994年にマザー・テレサのダークサイドを暴露するドキュメンタリー、地獄の天使が報道され、現場のリアルの声が次々と出てきたんですね。いくつかリストすると、施設にはちゃんとした医療器具が備えられていなかった、ちゃんとしたベッドとかがなく、硬い床で寝る患者たち、注射もただ冷たい水で洗い流して使い回していたため HIV、エイズの患者が増える。冷たい水で体を洗わせていた。がん患者には適切な治療ではなく、アスピリンというね、解熱剤、痛め止めが使用されていた。糞便で汚れた布で食器を洗っていた。医療知識のないスタッフが適当な治療を行っていた。るちゃん、もうちょっとご飯待ってください。もう僕の下でずっとニャーニャー泣いてるんですよ。もうちょっと待ってね、ご飯ね。もう悲惨だよね。衛生面どうなってるのっていう。ただね、慈善活動でボランティアとしてね、その貧しい人たちを助けるっていう意味で行動しているので、その病院でもないしね、贅沢は望めないんじゃないのっていう意見もあります。確かにそうかもしれないんだけど、とんでもない額の、本当にとんでもない額の寄付金が集まっていたとしたら、しかもその寄付金のほんのね、少量しかね、治療に振り分けていなかったとしたら、皆さんどう思います？ある調査では寄付額のわずか 7% しか慈善活動に費やされていなかったと言われているんです。なんと彼女がバチカン銀行からお金を全部引き出したらね、銀行が倒産するほどの額だったと言われています。どんだけの金だよそれ。その金全部どこ行っちゃったの？もし適切なお金の使われ方をしていたら、多くの方の命をね、救えたと言われています。っていうのも、医者が施設を訪れたらショックを受けたそうです。ずさんな現場すぎて。ある調査では彼女の最初の施設は死亡率がほぼ5割だったと言われています。なんでこんなことしたのって思うよね。実はね、後の解釈で言われているのは、彼女は苦しみを美化して歪んだ考えを持っていたとされているんです。彼女の本当の目的は貧困を救うことではなく、世界中に多くのカトリック教徒を生み出し、カトリック教会を拡大させることだったと。マザー・テレサは貧しい人々の友人ではなく、彼女は貧困の友人だったと言われているんです。恐ろしい思想だよね。貧困者の友人ではなく、貧困そのものの友人だと。人々を救っているイメージを
西側のメディアは伝えて寄付を募り莫大な資産を築き、マザー・テレサ本人もカトリックのイメージも爆上げさせ、世界中のお偉いさんたちはなんとか彼女とね握手することで支持率を上げるという構図、よくできた世界の構図です。いや本当にこの人信者を増やしたかったんだろうなっていうその一つのエピソードが、シスターたちは死の危険にさらされている重症患者一人一人に天国への切符が欲しいかと尋ねて、肯定的な返事は洗礼への同意を意味し、洗礼というのはキリスト教信者になるための儀式ですね。そしてなんと濡れた布で患者の頭を冷やしているように見せかけて洗礼の言葉を唱えていたそうなんです。いやすごいよね、やること小賢しいっていうか、なので濡れたタオルみたいなことを言ってたんでしょうね、その洗礼の言葉を。苦しみは神からの贈り物だと捉えていたんです。その理由というのはキリスト教の原理的な宗派に共通していて、苦しむことでキリストに近づけると考えていて、キリストは私たちの罰を受け私たちの罪のために死んだと、マザー・テレサの実際の発言で、貧しい人たちが自分の境遇を受け入れキリストの情熱でそれを分かち合うことはとても美しいことだと思うのです。貧しい人々の苦しみによって世界は大いに助けられていると思います。いやなかなか酷だよね。もちろんこれが 100% 本当だとは言わないですよ。最初も言った通りこれあくまで別の視点の話ですからね。実際にこのマザー・テレサ心の中でね何を思っていたのか、どういった心の持ち主だったのかすげえ気になるよね。作られた彼女のカトリックとしての広告と、そしてこうやってねリークされる彼女の実態では本心では何を持っていたのか、どう思います皆さん。最初にも言いましたけどこれはね別の視点で見た真実になります。もちろんこれが 100% 本当だということではないんですけど、ある種違う角度から見た真実だと面白いよね。このようにね解釈によって本当変わってくるんですよ、その人の評価って。本当その一人一人80億人分の解釈評価ってあると思うんですよね。なので真実はその人本人が持っているものなのか、あるいはそのね受取人が解釈するものなのか、難しいよねその問題。そこが一致すればねもちろんベストだとは思うんだけど、ぜひ皆さんの意見も聞かせてください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。